教え方には上手い人と下手な人っていますよね。上手い人は教わる人を進化させます。下手な人に教わると、もうやめたということになってしまう時があります。今日はその話をします。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。この動画を見ていただきありがとうございます。超越瞑想はインドで5000年以上前から伝えられていて、インドの初代大統領やモディ首相をはじめ、ゴルバチョフ元大統領も超越瞑想を学ばれました。この動画が良かったという方は、ぜひチャンネル登録やいいねをよろしくお願いいたします。さて、今日は前回の続きになります。バガバットギーターの第2章、詩説34です。この本ですね。前回だけで終わらせるつもりだったんですけれども、つい無駄に喋ってしまって、伝えたいことが残ってしまって、まあいいかなと思っていたんですけども、気になるので続けることにしました。無駄といえば、ちなみにですが、仕事で無駄なものはやめようと言った時に、無駄も必要という人がいますが、必要なものは無駄とは言いませんね。例えば、車のハンドルの遊びのように、余裕がないとうまくいかないものがあります。仕事の合間の休憩時間の雑談も必要だったりします。仕事中の無駄話というのは人によって価値観は違いますね。仕事や人間関係を円滑にする役目もあると思います。こういう脱線した話は無駄なんでしょうかね。どうなんでしょうかね。さて話を戻します。前回は名声を得るという話でした。覚えてますか？もしまだご覧になっていない方は、ぜひ過去動画をご覧いただければと思います。今回の動画は人を高める教え方ですが、内容的には名声を高める教え方とも言えます。それなのでまずは名声について少しお話をします。名声というのは周囲に尊敬されることです。そしてそのような人は自分のやるべきこと、すなわち自分の使命を生きるということですね。それは自分がやりたいこと、まさにこれをやるために生まれてきたんだというような、そういうことをやりながら毎日を楽しく過ごすことです。それによって他の人のために生きることもできて、尊敬されるようになり、名声を得られるようになります。それはあなたも誰でもみんなそのように生きていくことができます。そういう生き方をしている人というのは名声を得られるのですが、善人でもあります。また他人を羨ましいと思うこともなく、自己充足的で幸せです。他人を助けます。誰かに与えることはあっても、誰かから何かを奪うことはありません。そういう善人というのは常に調和的な波動の中心と、このバガバットギーターの本に書かれています。調和的な波動というのは分かりますか？例えば真っ黒な服を着て拳銃を持って誰かが何かを喋ろうとすると、黙れと言って拳銃を向ける。こういう人っていうのは調和的な感じはしないですよね。そこまでいかなくても、何かを言った時にそれは違うとか、いやそんなことはないとか、そういう人もなんとなく調和的な雰囲気はない感じがします。波動というのは波として伝わっていくことです。怖い雰囲気とか優しい雰囲気がなんとなく周囲に伝わっていくので、波動という言葉を使うとですね、意味があなたに伝わると思います。いい感じっていうのも、いい雰囲気の波動が周囲に行きますね。ちょいい感じ、超越瞑想いい感じっていうことですね。はい、そういう調和的な雰囲気の人、善人ですね。
その人が中心となって周囲に調和的な雰囲気を広げていきます。その波動は周りの人たちに広がっていって、みんなの心の中に温かさや愛を生み出します。そしてそれを受けた人たちがもう熱烈な好意を持った言葉を使って、その中心になった善人のことを話すようになります。これが名声の根底にある原理だと言われています。それなので、名声というのはその人の善とか調和的な感じを表す指標とも言えます。そういう意味では悪評というのはその人の悪を表す指標になりますね。良い人が悪評を得ることはありません。さて、前置きが長くなりましたが、ここまでが名声を得る人とか善人の説明でした。ここからは、ではどうすれば名声を得られる、人を高める教え方ができるのかについて話をします。人を高めるというのはどういうことかというと、ある人が迷っていたり困っていたりするときに、そういう人を助けることです。そして人が人を高めるという場合には2つの方法があります。1つ目は、その人に自分の人格の優れた点を思い起こさせることですね。だいたい迷ってしまったり、ストレスが溜まってくると、自分自身で何をしたいのかとか、自分のやるべきことなのかどっかへ吹っ飛んでいってしまいます。そこでその人に、その人が優れているということを思い出させるわけです。あなたはすごい人だよと褒めると、その人はその気になるんですが、それはちょっと違うんですね。どういうことかというと、あなたはもともと素晴らしい人なんですよと思い出させるだけです。頭の上にメガネをつけて、あれメガネどこ行った、メガネメガネっていう人に、メガネそこだよって言えば、ああ、あった。本当だって。そういう感じです。それで正常に戻ります。そして2つ目ですが、それはその場の状況におけるデリケートな特徴を直ちに指摘することです。この表現は、このバガバッドギーターの本の中に書かれているままですが、デリケートな特徴というのは、繊細な感じやはっきりさせてしまうと傷ついてしまいそうなこととか、そういう取り扱いに困るようなものだと思います。今回の話の施設34の次の施設35で、戦士である王子のアルジュナが戦いから逃げるというのは、他の偉大な戦士たちから見ると、あなたは臆病者に見えるだろうと指摘されてしまいます。これはそれについて触れたらどうかなという、なかなか普通では言いにくいポイントなのだろうと思います。それによってアルジュナが自分の評判について考えることになって、その結果、いろいろと迷って動けなくなっている状態から、はっと気がついて正常に戻るきっかけとなります。今回の動画のタイトルの人を高める教え方というのは、つまりその人自身の良い点を思い出させることです。それによってそれを言った人と言われた人との関係もまた良くなるという効果もあるそうです。言いにくいようなこともあえて言うことで、その人に今の状況やなすべきことを思い出してもらうということですね。ここで大事なことは、人を高めるというのは、その人が困っている原因の障害を取り除くとか、迷いを取り除くための手伝いをするということです。私たちが怪我をしてしまった時ですね。自分自身の免疫力で傷を治します。その時に消毒液を塗ったりとか、外部から手伝うこともできます。そのように、もともと自分の中にある力で何とかはなるんですけれども、外部からの助けでスムーズになったり、物事が早く進んだりします。ちなみに超越瞑想は、自分で自分の内側から自分を変えるための方法です。超越瞑想を行い、そして良い先生に教えてもらうような人生はいいですよね。良い先生は人の高め方をよく知っています。そしてあなたもまた良い先生になれます。誰かを助けながら一緒に楽しみましょう。はい、今日の動画はここまでです。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、
ぜひお近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思います。私は群馬オフィスで活動しています。今日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジャイグルです。